皆さん、こんにちは。テック&テールズです。リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング入門第6回は、Python の2回目、変数、データ型、計算、そしてリハビリへの応用をテーマとしてお送りします。まず、前回のおさらいです。Google コラボの起動と基本的な操作は、もう大丈夫ですね。プリント関数を使って、文字を表示させることができました。また、Python のコードを書く、コードセルと、説明などを記述する、テキストセル、この2つの違いは覚えていますでしょうか。今日は、これらの知識をもとに、さらにプログラムらしいことを学んでいきましょう。こちらが本日の学習内容です。今日のゴールは、プログラムでデータを扱えるようになること、簡単な計算ができるようになること、そして、それらの技術をリハビリの現場でどのように活かせるか、イメージできるようになることです。具体的には、まず、変数とデータ型について学び、次に四則演算などの計算方法、エラーが起きた時の対応方法について解説します。後半では、テキストセルの書き方や、作成したプログラムの共有方法、そして最後に課題について説明していきます。それではまず、変数について説明します。プログラムでは、数値や文字といったデータを一時的に保存しておく場所が必要になります。その場所のことを変数と呼びます。変数は値を入れるための箱のようなものだと考えてください。例えば、スライドの左側のように A という名前の箱に3という数値を入れる場合、プログラムでは A イコール3と書きます。ここで注意してほしいのは、プログラミングにおけるイコール記号は、右と左が等しいという意味ではなく、右辺の値を左辺の変数に代入するという意味で使われるということです。また、右側の例のように、数値だけでなく、テキストのような文字列を変数に入れることもできます。こちらは、変数の具体的な使用例です。リハビリの臨床場面を想定してみましょう。ペーシャントアンダーラインネームという変数に、患者さんの名前である、鈴木一郎という文字列を代入します。同様に、エイジという変数に年齢の68を、グリップアンダーラインストレングスという変数に握力の測定値 25.5 を代入します。このように、変数にデータを入れておくことで、後からプリント関数でその中身を簡単に表示させることができます。変数には、自由に名前を付けることができますが、いくつかのルールがあります。まず、変数名は、文字またはアンダースコアで始める必要があり、数字から始めることはできません。使える文字は、英数字とアンダースコアのみです。また、大文字と小文字は区別されるため、小文字の英字と大文字の英字は、全く別の変数として扱われます。最後に、プリントのような Python であらかじめ意味が決められているキーワードは、変数名として使用できません。スライドの右側に、使用できる例とできない例を載せていますので、確認しておいてください。それでは変数の利用例を見ていきます。ここで、新しいセリを作ります。で、ここでですね、例えば A という箱を用意します。基本的にはこの変数とか使う場合はですね、半角の英数字を使います。例えばこれを10とします。そして、この内容をこう見ていきます。A の中に、プリント A とします。そうすると、実行します。そうすると、A の中身は10が入っていることが分かりますよね。で、続けて、A イコール100としますよね。そしたら、プリント A はとなると、これ100になりましたね。で、上から実行していくと A が10。で、プリント A は10になりますよね。で、ここでまた A イコール100にすると、A の内容が100に置き換えて、表示されます。だから10が消えて100が入るということですね。はい。
たら、ここでですね、新しいコードを作っていきましょう。今の場合、A の内容が新しい行になったらどうなるでしょうかね。例えば A、これプリントっていう書かなくても内容を表示することができます。そうすると今、最終的に入ったのが100ですよね。そしたら、上のメモリの状態が下に継続していきますので、100というふうに表示されます。で、ここで、B イコール、300としますよね。それで、A プラス B はということになるんですけど、をやると、ここで400。この内容は400という結果が出ています。だから A が一番最後が100ということでメモリ保持されていますので、B を300として A プラス B はということは、400という結果が得ることができます。それで、ここですね、プリントで、この AB っていう形の変数内容を一度に表示していきましょう。ここでプリント括弧の、コーテーションで A イコールでここで、コンマ A コンマここで、コーテーションで B イコール B で、これで、これを実行してみましょう。そうすると、こういうふうに書くとですね、このクオーテーション、シングルクオーテーションの中のものがまず表示されて、変数 A の内容がここで100、B イコールって表示されて、B の変数の内容がこういうふうな形で表示されます。で、ここですね、例えば今までこういうふうに書いてきましたね。例えば10、B イコール、20というふうな設定の仕方で、AB を設定してきました。で、ここで、例えばこの部分をコピーしてやって、こういうふうに計算してきたんですね。で、こういう結果が出ますけども、ここで2行にわたって、値を設定してきましたけども、こういうふうな書き方もできます。ここをですね、セミコロンを書いてやって、こうですね、こういうような形でも書くことができます。ですね。はい。こういう形で、変数を使用することができます。それから変数の利用として、例えば、W としてテストデータというような形で文字列を指定することができます。で、文字列をちょっと表示してみましょう。こういうふうに、同じ変数でもですね、こういう形でシングルクォーテーションで囲んだ文字はですね、文字列は、例えば W という名前を付けた変数を用意したら文字列型の変数として定義されます。文字列の使用について説明します。最初に、文字列、変数への文字列の代入についてです。ここにあるような形ですね。
A イコールヘロというシングルクォーテーションで囲んで出るっていうやり方とダブルクォーテーションで、囲んでやる方法があります。どちらを使っても結果は同じになります。こちらのような形で、変数に、文字列を入れることができるんですね。それで次にですね、この文字列の中にシングルクォーテーションとかダブルクォーテーションを使いたいという場合があります。そういう場合には、例えばダブルクォーテーションを使いたい場合は、一番外側はシングルクォーテーションで囲みます。こういう形ですね。で、文字列の中でダブルクォーテーションで囲むっていうような形で、やります。そうすると、これを実行すると、この A の、このプリント A ですね、の場合は、ようこそダブルクォーテーションで囲まれた文字として、文字列の中でダブルクォーテーションを使うことができます。で、シングルクォーテーションを使いたい場合には、外側がダブルクォーテーションで囲むような形でやります。そうすると、プリント A というような形、B という場合はですね、名前はシングルクォーテーション、しおりシングルクォーテーションですというような形で表示することができます。それからもう一つ特殊な例ですけども、これはエスケープシーケンスという特殊文字を使用するということが、文字列の中でできます。例えば、ようこそ、円マーク、N ですね。新潟県へっていうふうにすると、この円マーク N は開業にあたります。結果はですね、ここにあるようこそまで行って開業して新潟県へっていう形ですね。そういう実行結果になります。で、次に円マーク T とした場合には、これはタブですね。タブキーと同じになります。ようこそという出力して、タブ出力でここが開きます。この状態が開くんですね。そして新潟県へということになります。それから、円マークの後に、ダブルクォーテーションを置いた場合ですね。そうすると、ダブルクォーテーションのみ表示されます。で、こちらも円マークの後、ダブルクォーテーションしたら、この文字が表示されるということですね。シングルクォーテーションも同じになります。それから、円マークを2つやった場合には、1つだけ円マークが、表示されるというような特殊な使い方ができます。ここで先ほどから出てきているデータの種類について整理しておきましょう。これをデータ型と呼びます。まず、鈴木一郎のような文字の集まりを文字列型と言います。次に、68のような小数点のない数字を整数型。そして、25.5 のような小数点のある数字を不動小数点数型、またはフロート型と呼びます。Python は、これらのデータ型を自動的に認識してくれます。先ほど動画で説明したエスケープシーケンスの一覧です。円 N が開業、円 T がタブ、そして円や円一重引用符などが、記号そのものを表示させるための書き方です。これらの特殊な書き方を覚えておくと、表現の幅が広がります。こちらは、エスケープシーケンスの具体的な使用例です。上の例では、評価記録の文字列の中に円 N を入れることで、患者名、年齢、握力の各項目で開業して、見やすく表示させています。下の例では、円 T を使って項目名と測定値の間のスペースを揃え、表のようにきれいに整列させています。文字列の結合について説明します。まず最初に直接結合ですね。これについてですけども、下のようにプリントで、シングルクォーテーションの中に夏、そして、休みっていう2つの文字列をプラスで、結合します。そうすると、こういうふうに夏休みっていうように、2つの文字列が結合されます。
これ直接結合ですね。次に代入結合。A に夏、B に休みを入れて、C は A プラス B というふうにすると、プリント C では、代入された A と B が結合されて夏休みという形になります。それから何回も文字列を表示させたい場合ですね。例えば、Hey、っていうのを A に入れます。そして B は A かける A アスタリスク3っていうふうに入れる。このアスタリスクはかけるという意味があるんですけども、そうすると、これを実行すると、こういうふうに3回実行されるということになります。だから、ここをですね、5回にすれば、5回表示されるということになってきます。それでは、一度ここでスライドショーを止めて、ここまでに説明した内容をご自身で実行してみてください。変数の作成と値の代入、そして文字列の作成と表示を、実際に Google コラボで試してみましょう。ここからは、計算について学んでいきます。コンピューターは、計算が非常に得意です。基本的な計算に使う記号、算術演算子を覚えましょう。足し算はプラス、引き算はマイナス、掛け算はアスタリスク、割り算はスラッシュを使います。こちらは、リハビリの場面を想定した計算のコード例です。上の例では、1週間のリハビリ回数をリハブアンダーラインパーアンダーラインウィーク、期間をウィークスという変数に入れ、掛け算で4週間の総リハビリ回数を計算しています。下の例では、目標の間接可動域ターゲットアンダーラインロムと現在の可動域カレントアンダーラインロムを使い、割り算と掛け算を組み合わせて目標達成率をパーセントで算出しています。こちらが数の計算で使われる主な演算子の一覧です。指則演算に加え、アスタリスクは類乗を表し、2アスタリスク3は2の3乗つまり8になります。割り算には少し種類があり、スラッシュは小数点以下まで計算しますが、スラッシュは小数点以下を切り捨てた結果を返します。また、パーセントは割り算の余りを求めるための演算子です。それでは数の計算で使う演算子を確認してみたいと思います。まずセルを追加して、計算結果を、確認してみましょう。例えば6たす6ですね。こういう形で今12が出ましたね。で、これがマイナス、これはもう計算、通常の計算と同じような記号で使えます。で、これマイナス、掛け算の場合はアスタリスクを使うと、6636で、これをアスタリスクを2つ使うと、6の6乗。この前は46,656っていうような形で、類乗を計算できます。で、割り算の場合はスラッシュですね。を使います。これで、これ 1.0 ですね。例えばこれが12で、この場合だったら2になりますよね。これ 2.0 になる。で、13の場合だったら 2.166 になりますね。で、次に、割ってやって小数点以下を切り下げる、切り捨てすると、これでこの場合は2ですね。この場合は割って小数点以下を切り捨てる場合はスラッシュを使います。そして、パーセントをここでパーセントをすると余りが出てきます。余りが1ですよね。こういうような形で、
数の計算で使う演算子っていうのはこういうような形で使うということを説明しました。次に特殊な形の演算子について説明します。これは代入演算子と言われるものなんですけれども、ここにあるように a イコール a プラス2というような式ですね。もともと a に例えば2が入っているとします。そしたら、2プラス2は4っていうのがこの中に入るんですけども、これをと同じ式を表すものとしてプラスイコールという演算子を使います。そうすると、A に、2を足したものを A に代入するという意味になります。もうこういうようなのが代入演算子と言われます。それではですね、ちょっとこれを Python のセルで見ていきましょう。ここでですね、例えば A が10としますよね。なら、通常、代入演算子を使わないで計算すると、例えばこういうように、しますよね。そしたら A はとなると結果を見ます。そうすると A が30という結果になるんですね。で、こういうような書き方、をしても、同じ、代入演算子を使うとすると、ここを省略してですね、A に20を足したものの結果、を計算すると、さっきと同じ結果ですね、30というような結果が出てきます。こういうようなのが、代入演算子と言います。そしたらここをプラスじゃなくてマイナスにしますよね。マイナスしたものを、20をA から20を引いたものを A とするというようなやり方の代入演算子をすると、初値が10で20引いてマイナス10というような形の、やり方ができます。そして同じような形で、例えば A に20をかけたものを A とするという、代入演算子ですね。そうするとこれをやると、200という結果が出るということですね。まず最初に、プラスマイナス、かけるとかそういうのを書いた後にイコールをすればですね、例えばこれだったら結局 A×20 と同じ A 結果になるということですね。そういうようなやり方がですね、代入演算子として、Python では使われます。先ほど示した代入演算子をここにまとめていますので参考としてみてください。代入演算子の使用例を見てみましょう。まず、ウォーキングアンダーラインディスタンスという変数に、その日の歩行距離として100を代入します。その後、さらに50メートル歩いたとします。この時、ウォーキングアンダーラインディスタンスプラスイコール50と書くことで、元の100に50が加算され、合計の歩行距離を150に更新することができます。次に、計算が実行される順序についてです。複数の演算子が式に含まれている場合、計算には優先順位があります。左上の5プラス3アスタリスク4という式では、足し算よりも掛け算が優先されるため、まず3アスタリスク4が計算され、その結果の12に5が足されて17となります。左下の例では、割り算と掛け算の優先順位は同じなので、左から順に計算されます。8割る2で4、それに2をかけて8となります。右の例では、類乗が最も優先順位が高いため、まずにアスタリスク2が計算され、次に割り35/5、最後に足し算が実行されます。計算の優先順位は、基本的に数学のルールと同じです。
計算の優先順位で最も高いのは、括弧です。左上の例では、括弧の中の5プラス3が先に計算されるため、結果は8アスタリスク5で40となります。右上の例でも同様に、まず2つの括弧の中がそれぞれ計算され、その後に掛け算、最後に足し算が実行されます。下に示した計算の優先順位は非常に重要ですので、しっかりと覚えておいてください。それでは、再びスライドショーを止めて、ここまで学んだ計算に関する内容を実行してみましょう。数の計算で使う様々な演算子、代入演算子、そして計算の優先順位について、実際にコードを書いて確かめてみてください。ここからは、テキストセルの書き方について説明します。コードだけを書いておくと、後から見返した時や他の人が見た時に、何のためのプログラムかわからなくなってしまいがちです。テキストセルを効果的に使って、プログラムの目的や使い方、結果の考察などをメモとして残しましょう。テキストセルでは、単なる文章だけでなく、シャープ記号を使って見出しをつけたり、ハイフンやアスタリスクを使って箇条書きにしたりすることもできます。次にテキストセルの使い方について説明します。こちらにコードの他にテキストというのがあります。これをボタンを押すと、このようにテキストセルを入れる欄が表示されます。ここで、例えば、練習1というふうに出ますね。そうすると、ここにプレビューが表示されます。まだここは、セルにどういうデータを入れるかという欄になってきます。で、例えばここのヘッダーを切り替え、これを押すとですね、こういうふうに、ヘッダーの実行されたとき、この大きさで表示されるっていう意味になります。で、これもう一回押すとですね、ちょっと変化しましたよね。ここが2つ、シャープが追加されてますね。で、これを押すと、さらに太字になりましたね。で、これを押すと、車体になりますね。これもう一回押すと、こう戻ります。で、これを、このままで良ければ、他のところのセルをこうクリックするとですね、こういう風な形で、表示されます。で、もう一回編集したい場合は、ここをダブルクリックします。そうすると、こういう形で、編集を行うことができます。で、こっちでですね、これをこういう形でやると、大きさを変えることができるんですね。で、このままでよければ、ここをクリックしてください。で、この部分をですね、上に持っていきたいときは、こちら、上、矢印ですね。これを押しましょう。そうすると、こういうふうに移動することができます。下にやりたいときはこちらですね。そうすると、こう下にやるというような操作を、行うことができます。テキストセルとは別に、プログラムのコードの中に直接コメントを書き込む方法もあります。行の先頭にシャープ記号を置くと、その行はコメントとして扱われ、プログラムの実行時には無視されます。1行だけの短いメモを残すのに便利です。複数行にわたってコメントを書きたい場合は、シングルコーテーションまたはダブルコーテーションを3つ続けて書き、それでコメント部分を囲みます。ここからは練習問題です。ぜひ、力試しとして挑戦してみてください。問題1は、BMI の計算です。身長と体重のデータから、肥満度を示す BMI を計算するプログラムです。単位の変換が必要になる点に注意してください。問題2は、目標心拍数の計算です。
運動療法で安全かつ効果的な運動強度を設定するために用いられる、カルポネン法という計算式を使って、目標心拍数を算出するプログラムを作成してみましょう。問題3は、患者情報のまとめです。3人の患者さんについて、氏名、年齢、疾患名を変数に格納し、それらの情報を連結して、申し送りに使えるような紹介文を作成するプログラムです。挑戦問題として、開業コード\nを使って、3人分の紹介文を一度のプリントで表示させることにもチャレンジしてみてください。問題4は、関節可動域、ROM の変化を計算する問題です。リハビリ介入前後のデータから、改善した角度と、目標に対する達成率を計算するプログラムを作成してください。最後の練習問題、問題5は、歩行訓練の総距離を記録、更新するプログラムです。日々の訓練距離を記録し、合計の歩行距離を計算する際に、今回学んだ大入園残子プラスイコールを使って作成してみてください。確実の訓練が終わるごとに、その時点での合計距離を表示させるようにしてみましょう。本日の講義は以上です。お疲れ様でした。